前回はドラゴンフラッグのまま動けない状況についてお話ししました。まだ前回までのお話をご覧になっていない方は、前回の頸椎損傷した状況を概要欄に URL ありますのでご覧ください。そしてドラゴンフラッグのままベンチから降りたくても降りられない状態で、トレーニングルームには私一人しかおらず、誰かに手伝ってもらいたくても無理だと思っていた時、たまたま警備員さんが見回りに来たのです。警備員さんを見た時は、やった、手伝ってもらおうと思い、声を出そうとしましたが、声が出ないのです。必死に声を出しているつもりなのになぜか声が出ていないのです。警備員さんは一瞬私を見て、そのまま通り過ぎていってしまいました。私は愕然としながら、このままベンチから転げ落ちてしまおうかと思いましたが、さらに大怪我を負うのは避けたいという思いがあり、何が何でもベンチから降りることを決め、少しずつ体重移動をしながらベンチから降りることを試み、なんとか降りることができました。降りるのに時間にして1時間はかかっていました。寒い時期にもかかわらず、ベンチから降りた時には汗びっしょりでした。ベンチから降りて分かったことは、手足は動くということ。しかし上半身と下半身はまるで別物のように感じ、首は動かせなく硬直したような状態でした。感覚的には上半身が全く動かず、手は動きましたが自由が利かない、そんな状態でした。また警備員さんが来た時に声を出そうとしても声が出なかったのですが、ベンチから降りて気づいたのが、呼吸が非常に浅く息苦しさを感じていました。改めて振り返ると、あの時ベンチの上でドラゴンフラッグの体勢を取りながら完全に動けなくなってしまったことは、私にとっての運命の分かれ道でした。警備員さんが去り、周りには誰もいなくなった瞬間、孤独感と恐怖が襲ってきました。心の中では破れかぶれになり、このままベンチから転げ落ちてしまえと思う気持ちが湧き上がる一方で、これ以上ダメージを広げてはいけないという冷静さもありました。この2つの思いが私の中で激しく葛藤していたのです。ドラゴンフラッグの体勢でいることがこれほどまでに恐ろしいとは想像もしていませんでした。体の動きが制限され、まるで自分自身が囚われているかのような感覚に苛まれました。勇気を振り絞って助けを呼びたかったのに声が出ないもどかしさは言葉で表現しきれない思いでした。今回はここまでとなります。次回その後についてお話ししていきますので、ぜひお付き合いください。またこの後は日頃行っているハイブリッドトレーニングの様子です。トレーニングは頸椎損傷を回復させるためにも必要ですが、病や健康、アンチエイジングのためにも必要不可欠なものです。ぜひトレーニングの様子もご覧ください。私の経験があなたの道しるべになれば幸いです。